皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。時は5月上旬の2日間です。過去2回の動画では蜂不足で、しかも世界的な蜂不足という、大変重たいテーマを扱いました。そこで今回は、気分を変えるためにゴールデンウィークらしい、少し和やかな動画をお届けしたいと思っております。天気は2日ともよく晴れていました。また気温も養蜂場付近の日陰に設置してある温度計で2日とも日中は19度台にまで上がりました。撮影した2日間は和やかな内見の様子をお伝えするのにふさわしい穏やかな春の日和でした。どうぞ最後までゆっくりとお楽しみください。なお、撮影と内見の合間に近くにあるアポイ岳に登りました。アポイ岳は標高810メートルと、さして高い山ではないのですけれども、観覧岩からなる独特の地質のため、標高の低い地点でも固有の高山植物が見られます。この日は早春ということもあって、まだ高山植物はほとんど見られませんでしたが、しかしその代わり春の澄み切った空気の中で山頂付近から見られた景色は見事なものでした。さて、養蜂場に戻りましょう。この日は内見と同時に巣箱の交換を行いました。というのも越冬期間中に使っていた巣箱はすっかりと汚れてしまったからです。そこで新しい巣箱に交換するわけですが、ただし新しい巣箱といっても巣箱を新調したわけではありません。昨年使っていた巣箱をきれいに洗って再利用するわけです。今やっているのは巣箱を洗う作業の仕上げとしてバーナーで箱の表面に火を入れているところです。新しい巣箱の清掃がすっかり終わりましたので、早速昔の巣箱から新しい巣箱へと巣板を1枚ずつ移し替える作業を行います。その過程で巣板の上の蜂たちの様子や巣房の状態も点検します。巣枠の上山の上に置いてあるのは酒粕と蜂蜜とビール酵母を混ぜ合わせたものです。でこの混合物を、ご覧のようにプラスチック製の容器の中に入れて、そして容器を逆さまにして巣枠の上山の上に置いてあります。この自家製の混合物を今年は越冬明けを行った3月中旬からずっとこのような形で巣箱の中に入れています。蜂たちはこの混合物を大好物のようでして、大量に消費してくれます。混合物の中には酒粕も含まれているのでアルコールも含まれていることになりますが、そういうことを蜂たちは全く気にしないかのように食べてくれます。蜂の個体数は徐々にではありますが内見を重ねるたびに増えてきていることがわかります。他方で私たちが心配しているミツバチヘギイタダニは越冬明けからここまでその姿を見かけてはいません。ただ油断は禁物です。ダニは、こうやって上から見ていたのでは見つかりにくい腹部の下の方、腹部の腹面に好んで取り付くからです。先ほどの背中に赤くマーキングしてあったのが女王蜂です。女王蜂の産卵も順調に行われているようです。早速オス蜂の卵も産卵しています。蓋が突き出ているのがオスバチの巣房です。ミツバチヘギイタダニの繁殖は蓋のついている有害胞子の巣房で行われます。特にオスバチの巣房はダニが繁殖する際の温床になります。オスバチの有害胞子の期間が働きバチの有害胞子の期間よりも 2,3 日長いからです。オスバチのさなぎがミツバチヘギイタダニに取り付かれていないかを確認するためにピンセットを使って
オスバチのさなぎを巣房から引き抜いて白い皮膚の表面を観察してみることにします。ちょうどオスバチの成虫が羽化したところに出くわしました。オスバチは目が大きいのですぐに働きバチと見分けがつきます。羽化したばかりのオスバチを働きバチたちが海外しく世話をしています。これは先ほど巣房から引き出したオスバチのさなぎですけれども、ダニはついていません。この日はこのようにして5体のオスバチのさなぎを点検しましたけれども、ダニの存在を確認しませんでした。これはもちろん良いニュースです。これは巣板を抜いて空になった古い巣箱です。古い巣箱を脇に避けて、それまで古い巣箱が置かれてあった位置に新しい巣箱を移し替えます。古い巣箱には少数ですけれどもまだ蜂が残っていました。そこで古い巣箱を逆さまにして新しい巣箱の前で上下に強く振りました。そうすると古い巣箱に残っていた蜂を新しい巣箱の巣門の前にふるい落とすことができました。巣門の前にふるい落とされた蜂たちは自力で新しい巣箱の中に無事に入っていくことができました。この場面で少し心配であったのは、蜂たちが自分たちの匂いが染みついている古い巣箱に執着して古い巣箱をそばに置いておくと、新しい巣箱ではなくて古い巣箱の方に行ってしまいやしないかということでした。しかしそれはどうやら私の考えすぎのようでした。新しい巣箱は古い巣箱の元の位置にしっかりとありますし、巣板はすべて新しい巣箱の方に移してあります。そして新しい巣箱には女王蜂もいます。働き蜂たちはたとえ古い巣箱を新しい巣箱のすぐ横に置いてあったとしても、古い巣箱には見向きもしませんでした。古い巣箱は将来再利用することになりますが、しかし当面は今画面で示しているように水洗いをして汚れを落とし、その後お日様の下で乾かしておきます。ところで撮影を行った2日間は日中は冒頭で申し上げましたように養蜂場そばの温度計で20度近くにまで気温が上がりました。しかし夜中には最寄りのアメダス観測所のデータによりますと6度から7度にまで気温が下がりました。夜になるとまだまだ冷え込んでいたわけです。そこでこの養蜂場ではこの時期はまだ夕方になると巣箱全体を保温のために麻布で覆っています。巣箱の底を除いて他の5面を麻布で覆っています。これは16時少し前の映像ですけれども、入り口がある面まで麻布で覆っているために働き蜂の巣への帰還がスムーズに行われなくなってしまっています。この日の日没は18時30分頃でしたから、16時頃はまだまだ日が高かったのです。野にはタンポポが満開の時を迎えていました。16時頃ですと蜂たちは餌集めに勤しんでいたのです。確かに麻布のつなぎ目にはご覧のように隙間があって、その隙間から蜂たちは巣箱の出入りができているようです。しかし巣箱の入り口の前に麻布をかぶせてしまったことによってミツバチの視覚に映る巣箱入り口の外観が変わってしまって、蜂たちの巣箱への帰還がスムーズではなくなってしまったようです。日が長くなって蜂たちの餌集めの時間が夕方にまで延長されたことに伴って、巣箱の保温のやり方も調整が必要だということのようです。そこで巣門に覆いかぶさっていた麻布を託し上げました。これはその時の巣門付近の様子をドローンを使って上空からズーム撮影したものです。
麻布の裾を巣箱の上に置いてあるポリカーボネート製の波板の端に洗濯バサミで留めてあります。鉢が小さいのでちょっと分かりにくいですが、巣門を通じた鉢の出入りが再びスムーズになりました。はい、今回は越冬期間中に汚れてしまった巣箱の交換の話題を中心にお話ししました。いかがでしたでしょうか。もしもよろしければ登録、高評価で応援していただけましたら大変に励みになりますのでよろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは次回またお会いする時までごきげんよう。さようなら。